Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Shin Sapporo Kaiwai 13 des それでは早速 Let's get it started. 1. BV Shin Sapporo Toto no Cafe 新札幌の新しい商業施設ビビにやってまいりました。施設の吹き抜けがアトリウムというかバーチャル全天候型広場になっておりまして、子供連れのママたちがゴザ敷いてピクニック状態。ゴザじゃないしレジャーマット。子供たちは大喜びでキーキーって走り回ってます。あれなんでキーなんだろうね。わかんない。でもキー楽しそうねえ、これは見たことのない施設ですね。なんかめちゃめちゃ都会的。新札幌ってさすがニュー札幌ね。そんな都会的な商業コンプレックスビビにございますカフェ。広場に面したバーチャルオープンカフェがいいですね。パンケーキも美味しいよ。ね、このレアっぽいスフレパンケーキ結構好きだな。飲食店街がいろいろ楽しいですね。東京っぽいグルメタウンに仕上がっております。宮迫ですのお店もあったりしてね。宮迫じゃねっつうの。違うの？顔宮迫じゃなかったあれ。怒られるよ。似てるけどジョプチューンとかによく出てるシェフだよ。時々見てんでしょ。ああ、はいはい。テレビで見るより痩せてるね。ペラペラでびっくりした。桃のペリエなんてあったんだね。知らんかった。桃ペリエうまっ。小鳥のさえずりが聞こえたり、鬼ごっこする子供たちの奇声が聞こえたりと、都会にいながらにしてアウトドアの癒しを味わうことができる。これはみんな楽しめていいね。ビビでございます。ビビでございます。 2. Atsubetsu Nishi Patisserie Boule 厚別にある真っ赤な建物がひときわ目立つパティスリーブルーさん。あれは何年前でしょうか。偶然見つけて飛び込んだんだよね。そうそう。ありそうでないシュークリーム専門店。改装してまた外装の赤が目立っていいね。常時6種類のシュークリームに期間限定があったりと、奥のキッチンがガラス張りで作る過程が覗けるのも楽しいよね。だよ。限定のチェリーパイ。クリームが甘すぎずパイのエアリー具合が最高じゃないですか。風で飛んでなくなっちゃうよ。アマンドが私のお気に入り。アーモンドのカリカリ食感とほのかに香るオレンジ風味が爽やか。ちょっとした手土産とか自分にご褒美に買いたいシュークリームだね。そうだね。ちょっと風邪ひいてんですよね。また新札幌で。お聞き苦しくてごめんなさいね。3. Atsubetsu Chuo Ramen Daio あら、大王さんこんなところにもあったんだね。ねえ、知りませんでしたね。50年にもなるそうですよ。室蘭系なのか苫小牧本店系なのか、カレーラーメンおじさんが実食見分でございます。よっ、カレー親父。まあまあ、さらりとした醤油ラーメンにしようかなこれ。カレー粉を入れたような大王王道のお味。味が濃すぎる傾向が強い札幌ラーメンに目を白黒させている飯旅ーズ。これは安心していただける昔ながらのラーメンといったところでしょうか。まさにこれは創業から変わらぬ大王の味なのかと思います。ってことは室蘭系だね。進化を続ける直系苫小牧大王に対し、こちらは室蘭茶市内同様のれん分け系なので、勝手に味変えられませんからね。そっか、味変えるなら看板や屋号を変えなきゃならないもんね。そうさ。シャッキリネギのアクセントがいいですね。好き嫌いはあるかもしれませんが、カレー名にシャッキリネギいいかも。でしょう、大将かなりのネギ使いかと思いましたね。このシャッキリネギは新札幌独特のアレンジなのでしょうかね。室蘭でも苫小牧でも茶市内でもなかったトッピングです。いいわね。室蘭さながらのカレーラン、札幌でもいただけるのはありがたい。 4. Sun Piazza Tofu Kobo Kiku no Ie サンピアザの地下にあります。こちらは江別が本店のお豆腐屋さん。何気に見てたら豆乳シュークリームなるものがあるじゃないですか。そうなんです。なんかヘルシーで罪悪感なく食べれそうだしってね。そうそう、一口食べると普通のシュークリームと変わらない滑らかな口当たりのクリーム、後味に豆乳を感じるぐらいで、これいいっすね。シューカーもクッキー生地っぽくて厚すぎず硬すぎてダイエット中でも食べられるから女性にはいいね。豆腐コロッケはおからっぽい少し甘めの味付けでおやつ感覚で食べれちゃう。
しかも腹持ちがいい。新札幌デパ地下楽しいわ。ね。 5. ニューヨーク Atsubetsu Higashi Shinrinko and Onsen Kira. 国道12号線沿いにあります温浴施設。源泉かけ流しで温泉を楽しめるのは市内で唯一ここだけなのです。さすがほのかさん系列ですな。そうそう。スタンプカードは新小鳥の一の湯さんと互換性もあるのよね。全体的にこじんまりとした作りだけど綺麗だよね。これ改装したのかな。サウナ広めで90度前後、水風呂は13度。しっかり整えます。露天スペースに水風呂は最高だね。かなりキンキンでマダムはほとんど入ってなかったわ。あら、もったいない。若干水風呂が小さめだけどカチンコチンになるよ。強いて言うならサウナ、シャワー、水風呂の動線がスムーズだと嬉しいかなと思うおじさんなのであります。わかる。一回中戻らないとシャワーがないのは面倒だよね。そうなんさ。早く汗流したいでしょ。水風呂前で頭からかぶると辺りでくつろいでるエクトプラズマたちに水かけちゃうからね。超気持ちよさげなのに起こしたら悪いっしょ。あら、やっぱ男湯は混んでんのね。女湯は空いてるから超リラクシング。いいわいいわいいわ。新札幌いいね。6. Katepali Tabasuta Grill. カテプリ地下のフードコートにありますこちらタベスタグリルさん。実はこれ結構流行ったと思うんだけどまだ食べたことなかったんですよね。そうそう。うちの神さんがねどうしても食べたいって言うんでね。まずはチーズハットグ行ってみようってことでいただきに参りました。誰かああ、はいはい、これは女子好きなやつですわ。チーズビヨーンってなるやつ。まあまあビヨーンですねこれね。もうこれ一回食べたらいいかな。私結構好きだなこれ。さつまいもも甘くて美味しいよ。他もいろいろ食べてみたい。マジ？これ450円ってちょっと高いっしょ。そうかな。ケチ。火曜市だったら50円引きだよ。セブンイレブンのアメリカンドッグだったら138円だぜ。ほな高いか。3本買える。腹いっぱいになるで。7. Atsubetsu Chuo Okonomiyaki Shizuru. 厚別区で本格的な広島お好み焼きがいただけるお店しずるさん。お店に入ると驚きましたね。ピッカピカ。まだオープン間もないお店なのかな、改装したのかなと思って大将に聞いてみたところ2003年オープン店だから驚いちゃいますよね。21年。どんだけ掃除してるんですかって聞いたらさ、苦笑いしてたよね。よく言われるんですよって。自分ではオーバークリーニング症候群って言ってたのが印象的で未だに忘れないですね。やっぱ綺麗にしてるお店って気持ちいいよね。美味しく感じちゃう。いや美味しいっしょ。そうなの。なぜか広島出身のくせに大阪お好み焼きもやっててね、これが美味しかったっすね。人生最強のお好み焼きした。ふわふわの生地でさ、もうほっぺた落ちるわーって感じ。またぜひお邪魔したいお店ですね。8. Atsubetsu Higashi Bakery Koneru. 2013年オープンのコネルさん。確か月寒にもあったよね。そうそう、月寒はね2019年にオープンしてオーナーさんは今月寒店にいるらしいよ。そうだったんだ。コネルさんでは道産小麦や天然酵母など使う材料にこだわって作られてるパンたちがいただけるのであります。楽しみだね。今回はお邪魔した時間が遅かったので商品は少なかったんだけれども、見たことないのを発見。納豆デニッシュ、しかも人気ナンバーワンだって。うっそー、すごいインパクトでしたね。これ夢のコラボと言っていいんじゃないかしら。トーストに納豆を乗せるのが好きで昔よく食べてた私には感動のパンでございます。しかもデニッシュ生地ってね。トースターで炙ったらうまそうだね。でしょ。臭そうだけど。これは焼きそば&ライス並みの衝撃でしたね。そう。でも美味しいっしょ。ワンバイトしてみると粒マスタードがアクセントになっててまあまあいけますよね。あとさ、デニッシュ生地のパリパリ具合が最高ですね。これ蜂蜜かけたらうまいんじゃないかななんて思ったんですけど。ない。どういう感覚？納豆に砂糖を入れるの結構好きな派。考えられへん。美味しいよ。全体的に固めのデニッシュがお気に入りポイントだけど、そんな中洋梨のデニッシュ最高したね。これはたまらん。美味し
しいパイのガリガリ具合とフレッシュでジューシーな洋梨のコンビネーション最高です。コネルさんと愉快なパンたちに出会えてよかった。これまた日本人が美味しいことしてくれちゃいました。これマリー・アントワネットが納豆デニッシュ食べたらどう思うのかしらね。しかめっ面で腐ってんじゃないこれっていうね。やっぱり。9. Today's Katsu Atsubetsu Manami. Oshyokuji Dokoro Takagi. 昭和丸かじり系食堂また見つけました。はい、こちらのカツカレー。いろいろメニューがあって、今回はカツカレーとカツ丼というカツカツ攻撃を仕掛けた神々飯旅図でございます。このカツ丼は非凡よね。閉じてないの。カツ丼なのに卵とカツが別々で乗せられてて、玉ねぎなしの甘くないタイプ。こんなカツ丼初めて。私これ好きだわ。カツカレーもシャバめのさらりと軽いカレーがいいですね。なんぼでもいける感じがします。ナイスカツカレーした。ただ潔癖症の方にはおすすめできないかな。若干汚しら入ってる。まあそれも昭和感だったんだけれどもね。掃除したかった。ギャラカツ丼でピッカピカなのにね。10. Atsubetsu Chuo. Ganso Ebisoba Enishi Ya. 彦島に屋のエニシアさん。さすがにもう引っ越すのはやめたみたいね。新札幌に移ってからは10年足らずだけど病気になって経営を譲渡されたみたいね。あ、そうなんだ。お大事にしていただきたいですね。なんたって創業は24軒ですからね。謹慎感が違います。それお約束ね。創業者の野本さんは甘エビの頭から出汁を取ったラーメン、エビそばの元祖創作者で臭そうだね。エビそばの元祖創作者でエビラーメンの父と呼ばれる知る人ぞ知る存在。なんでもいろんなお店が競って独自の味を生んでほしいという理由でエビそばという名称を商標登録しなかったそうなの。心意気だね。味噌ラーメン発祥の店味の三平創業者の大宮森人さんと同じこと言ってはる。これはもうありがとうですね。野本さん、大宮さん、ありがとうございます。ってことで今回は焦がし味噌なるメニューが追加されているのに気づき参上でございます。焦がし味噌で作ってるのかなと思いきや焦がしラードで仕上げるスタイルかと思います。あら、それ好きそうなやつじゃない？焦がしラードって結構味強いじゃん。そうね。エビがかき消されなきゃいいなってちょっと心配でしょ。かなり隠れてるけど奥にしっかりとエビは存在しているんだけれども、この焦がしラードは好き嫌いがはっきりするので苦手さもいるだろうかな。でもオイラは好きだね。焦がしラードそもそも好きだからね。だのさ、次回は焦がし醤油をいただいてみよう。んだ。11. Duo 2. Soba Udon Lee Yogoku. 新札幌駅にある両国さん。デュオ2階となってるけども、果たしてここはデュオなのか駅通路なのかどうなの。さてはあれでしょ、また迷ったんでしょ。当たり前だな、クラッカー。なんですかそれは。知りませんか。全く。当たり前だな、クラッカー。は。まあ迷いましたよ。駅の立ち食いそば屋さんっていいよね。匂いにつられるっていうかさ。わかる。でもめっきり少なくなってきてて寂しいね。ここは予想に反して女性のお客さんが多くてびっくり。しかもさ、立ち食いじゃなくて椅子だった。北海道あるあるだね。でもいい感じの昭和感じゃござんせんか。でしょう。口頭で注文、カウンターにお金を置いておくというキャッシュオンデリバリースタイルね。 Cash on delivery. これが人気ナンバー1の野菜天そば。うまそうなかき揚げじゃん。そう、大きめのかき揚げに玉ねぎシャキシャキでどっか懐かしい感じ。これはみんな頼むわね。まあこれといって特徴があるわけではないけど、甘めのつゆがかき揚げに染みて美味しいです。そうなんだよ。つゆ&かき揚げっていうのはすごいコンビなんだよね。赤いきつねか緑のたぬき言うたら37緑のたぬきだもんな。私は8人赤いきつね。グリーンのくせに古き良き昭和の味ここにあり。なくなって欲しくないな。なくならんしょこれは。12. Sun Piazza. Fua Mochi San. サンピアザ地下にございますふわもちさん。さすがですね。行列ですね。大人から子供たちにも大人気。やっぱり美味しかったね。期間限定大人のラムレーズンって随分とそそのかしてくるじゃないですか。ね、ラム
ムレーズンの風味と豆乳クリームのコクがよく合うんでございます。トッピングにくるみシュガーの食感がアクセントでもうまた食べたい。おじさんはオレンジショコラがお気に入りだね。オレンジピールが時折こんにちはってチョコの隙間から現れて、すっきりした味にまとめてくれてるっていうのがね、いい仕事するんです。ふわもちさんはどれ食べても美味しいし、次はどれ買おうかなってワクワクするお店だね。そうだね。最強ドーナツ店かもしれんね。んだ。13. Atsubetsu Manami. Fuyusai. 厚別のど住宅街にございます。なかなか食べられない美味しい沖縄そばのお店があるんです。ここ見つけた時びっくりしたんですよね。食べログの沖縄そばランキング日本1、2位を争ってたんですよね。札幌に沖縄そばがってね、沖縄でも有名店大概食べてるんですけど、本当に美味しいんですよね、ここの。私はここで初めての沖縄そばだったので、あら、沖縄そばってカツオの風味が口いっぱい広がって美味しいじゃないのってね。それこそさ、興味なかったんだよね、沖縄そばってあんまり。沖縄で有名店あちこち食べたけれども、美味しいものではないのかなっていう認識でさ、そしたらここで食べたっけ、あれまあ美味しいじゃないのってね。この沖縄そばを食べたら他のはムムムになりますね。なるなる。沖縄伝統の木灰手打ちという製法。何？もう一回言って。木灰手打ちという製法で打たれてる手打ち麺は沖縄でも現在は希少だそうよ。もう一回手打ちのお店何軒か食べたけど、麺もここのが抜群でしたね。沖縄の美味しいそば情報はこちらでご紹介してますので、よかったらどうぞ。昼飲み営業で1日25食程度で閉店となり、営業は木金土のみ。アクセスも良くないため訪問ハードルはかなり高いんだけど、一食の価値ありのお店ですね。はい。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Ten Don Soba Des. Otanoshamini. See you soon. 新札幌の進化がすごいですね。ねえ。なんか東京みたいになってきましたね。そうだね。ビビなんて。うん。規模は大きくないけど、うんうん。最近の流行りの渋谷あたりのあグルメストリートっていうか、ビルの中のグルメストリートの雰囲気にすあ、ごく似てる。ただビルとビルがつながってるのはいいけど、迷う。結構ぐっちょぐちょしてる。まあ方向感覚わかんないよね。おじさんもわかんなくなっちゃうね。広いからさ、うん。フードコートとかめちゃめちゃ広いからね。びっくりした。あんなんだったね。まあいろんなのがあって楽しいですけど、ちょっとおじさんでも迷いそうなんですよね。注意が必要ですね。で、なんかアウトレットモールが人気で、エスコンフィールドもできて、なんか新札幌北広島界隈っていうのはなんかいい雰囲気ですね。ね。子供たちが元気に駆けずり回ってて未来を感じる街でした。確かに。まあ、ちょっと我々のホームタウン西区あたり結構ベテランの方が多いゾーンになってますね。確かに。真逆的な、すごいね。子育て世代が多かったね。新札幌。まあまだまだ子供たちもいるのねっていう。ちょっとあそこのレストラン街荒らしに行かないとダメだね。宮迫の店ね。だから宮迫じゃない。顔そっくりじゃない？まあ似てるよね。言われてみて初めて気づいたけど。皆さんも宮迫のハリボテ見に行ってくださいね。美味しそうだったね。